こんにちは。今日はとても簡単なベストを作っていきます。作り方は細長い長方形を作ります。これを2枚半分に折って、これが肩のライン。これを縫い合わせるとベストの形になります。こんな感じで作っていきます。この長方形が編めたらあとは簡単です。よかったら作ってみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのソフトミックス。色はクリームイエロー。材質はアクリルとウール。40g で約72メートル。使用界隈の目安は10号。これを今回7ミリで編んでいきます。で、この糸はこんな感じで少し太めの糸になっています。で、太さは3ミリぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。もう一度作り方について説明します。まずこの細長い長方形、鎖編みをして細編み、模様編み、同じものをもう一枚、真ん中は肩のラインで、中央を縫い合わせて、脇も縫い合わせて、これがベストの形になります。この細長い長方形2枚。ただ詳しくはこんな形にしようかと思っています。これは同じように長方形を編んでから、この範囲だけもう一段増やして編んでいます。ここだけ続けて、こっちも一段だけ増えています。編み方は同じなので難しくはないと思います。これをこの形で脇を縫い合わせると、脇を縫い合わせて袖ぐりができたとき、ここに余裕分ができるので着心地が楽になります。これとあまり難しくはないので、今回はこれで編んでいこうかと思っています。これで編んでも大丈夫です。まずこの長方形を編むサイズについて、ここが肩、こっちが裾。この長さを私は今回50センチぐらいにしようかと思っています。これは好みの長さです。ずっと長くしてもいいと思います。で、50センチにするときには、この長さは1メートル。私は1メートルぐらいにしようかと思っています。で、この幅は縫い合わせた時の身ごろの幅になります。作りたい身ごろの幅の半分の幅。私は今回27センチとか33センチぐらいの間にしようかと思っています。これはご自身の体のサイズやお好みに合わせて編んでみて、体に当ててみて、好きな
幅にするといいかと思います。まずこの鎖編みを約100センチ編んでいきます。この鎖はちょっとだけゆったりと編んでいきます。あまりきついとこの部分が引きつれるので少し緩めに編んでいきます。ただこの部分の編み方が少し縮むので、それも含めて考えてほんの少しだけゆったりと編もうかと思っています。でこの長さは今回私は鎖を100センチとあと余裕分として5センチぐらいプラスして105センチぐらい鎖を編んでいきます。最初に鎖を105センチぐらい編んで、次の細編みで好みの長さ、それと模様編みに必要な細編みの数にしようと思っています。まず少し長めに鎖を編んでいきます。この時はまだ数を数えなくても大丈夫です。次の細編みを編む時に数を数えます。作りたい長さと少し長めに鎖を編んできました。まだ数は数えていません。このまま1段目の細編みを編んでいきます。細編みを編むので鎖をもう一つ戻って2つ目に細編み。この時は表ではなくて裏返して裏から針を入れて細編みをしていきます。裏から針を入れる方が後で縫い合わせるときに縫い合わせやすくなります。次も細編み。全部一つに一つの細編みをしていきます。このまま好みの長さまで、端までではなくて好みの長さになったらそこでストップします。でその数を4の倍数プラス1にします。好みの長さまで細編みをしました。私はこれで約100センチ。この細編みの数を4の倍数プラス1にします。私の場合はこの細編みの数は93。必要な細編みができたらここでストップして次の段を編んでいきます。この鎖は必要がなくなるのでほどいておきます。次の段は V を編んでいきます。V と長編み1つ、V と長編み1つ。まず大きな鎖1つ、裏返して鎖の根元に長編み、普段は鎖3つで長編み1つの代わりにするんですが、今回はこの鎖1つと長編み1つを端の長編みの代わりにします。で、今編んだ鎖、この針のすぐ下にマーカーをつけておきます。この2本の糸の下、これが端の長編み。次から V を編んでいきます。1つ飛ばして2つ目に V、1、2、鎖1つ、同じところに
長編みで V ができました。 V と次は長編み1つ、また足元1つ飛ばして2つ目、また V を編んでいきます。1つ飛ばして2つ目、これで V、 また長編み1つ、これを繰り返していきます。また V、 これを端まで編んでいきます。端まできました。また足元1つ飛ばして2つ目に長編み、これで V の段が終わりました。次はこの玉編み、 V の中に針を入れて玉編みをしています。でまず大きな鎖1つ裏返します。鎖の根元に長編み、で見分けにくくなるのでマーカーで V の中に針を入れて玉編みをしていきます。玉編みは長編みの途中まで、2本から引き抜きます。これで未完成の長編み1つ、もう1つ未完成の長編み、2本から引き抜きます。これで未完成の長編み2つ一度に引き抜きます。これで玉編みができました。玉編みの後は鎖1つ、また玉編みをします。未完成の長編み2つ、これで玉編み2つ、次は長編みの上に長編み、また玉編み、玉編みの次は鎖1つ、また玉編み、長編みに長編み、これを繰り返していきます。
これで端まで編んでいきます。端まで来ました。端の長編みの上に長編み、このマーカーをつけたところ、この2本の糸の下、次は V、 この V と玉編みを繰り返していきます。根元に長編み、この玉編みと玉編みの間、ここに V を作っていきます。長編み、鎖、同じところに長編みで V ができました。で、長編みの上に長編み、また真ん中、これを繰り返していきます。端まで繰り返したら、この端の長編みの上に最後の長編み、このマーカーをつけたところ、ここに端の長編みで、次の玉編み、 V と玉編み、 V と玉編み、これを繰り返していきます。これでしばらく編んでいきます。身ごろになる長方形を作りました。同じものをもう1枚作っています。ここからスタートして、この幅は私は約30センチ。切るときには伸びた状態で切るので、少し伸ばして測りました。私は肩幅が広いのでこれぐらいにしたんですが、細い方はもっと細い方がいいかと思います。実際に半分に折って肩にかけてみて、で好みの幅になったらストップします。ここは好みの長さまで。でこの状態が2枚できたら、初めに見た時と同じように、次はここを作っていきます。今はこの状態、次はこの部分が袖ぐりになります。なので糸の出ているところから続けて1段だけ編んでいきます。で袖ぐりの幅を決めます。その前にまず表と裏を確認します。最初の細編みが表の方を表に決めます。そうするとこの玉編みも表になります。で最後は私はこの玉編みで終わりにしました。この V でも大丈夫です。私はここでストップして、次にこの1段編んでいきます。でマーカーをつけます。この袖ぐりはだいたい16センチから20センチぐらいで大丈夫だと思います。
20センチよりも短いぐらいがいいかと思います。これも体に当ててみて、で好みの位置にします。私は肩から16センチ、裾までは33センチになりました。ここは少し短めで、この部分があるので16センチぐらいで大丈夫かと思います。16センチと、あとここは2センチぐらい、16と2センチとかける2、これぐらいで大丈夫だと思います。で、私は16センチぐらいのところにマーカーをつけます。表を上にして、で肩の部分で半分に折って、だいたいここぐらいが作りたい位置で、前と後ろ同じ間隔でマーカーをつけます。私はこの模様で数えていって、8個目と9個目の間で同じ位置にマーカーをつけます。私はここからここまで16センチぐらいで、マーカーがついたら糸が出ているところから続けて編んでみます。模様を揃えたいので、次は V を編んでいきます。今までと同じです。今までと同じように編んでいって、このマーカーのつけたところまで、ここまで編みます。マーカーのところまで来ました。マーカーをつけた長編みの上に長編み、ここで糸を切ります。次は反対側、ここも1段編んでいきます。今度はこのマーカーのところから針を入れて、ここから糸を出します。で、今までと同じように鎖一つで長編み、で V を編んでいきます。今まで表裏表裏が編んできたので、この時も表裏が揃うように編んでいきます。今この玉編みは裏になっています。裏の玉編みの上に表の V、こうすると表と裏が揃います。このまま V を続けて編んでいきます。裾まで編んできました。最後はこの長編みの上に長編み、これで脇が出来上がりました。糸を切ります。この糸は後でここを縫い合わせるときに使えるので、少し長めに残しておきます。だいたい縫い合わせる部分の2倍から3倍長めに残して切ります。で、これを2枚とも次に表を上にして肩を2つに折って
これを裾から縫い合わせていきます。これが最初に編んだ細編み。この向きに編んできました。こっちもこれが最初に編んだ細編み。この向きに編んできました。表を上にして、真ん中を最初の細編みにして、で、裾から縫い合わせていきます。で、縫っていって止まるところにマーカーをつけます。これは半分によって肩のライン。ここから測って、だいたい5センチから10センチぐらいの間でいいと思います。私は約6センチにしました。これも裾から縫っていって、途中で肩にかけてみて、多少好みの幅にずらします。で、糸が出ていたらその糸を使います。今はないので新しい糸を持ってきます。表を上にします。今回針を入れるのはこの最初に編んだ鎖、この間に針を入れます。で、こっちにも入れることができるんですが、今回はこの下の方、こっちに針を入れて縫っていきます。置いた状態の下の方、こっちも同じ。ここに鎖があって、この鎖と鎖の間、こっち側でそれぞれ縫い合わせていきます。で、端は2本の糸の下で、内側から針を入れます。で、こっち側、こっちも2本の糸の下で、次はさっき見たようにこの最初の鎖と次の鎖の間、まずこれが1つ目の鎖、2つ目、この間に針を入れます。次はこっち側の1つ目と2つ目の間、この1つ目の鎖、これはちょっと細くなっていると思います。これが1つ目、こっちが2つ目。で、次もこことここ、これは2つ目の鎖、これは3つ目。こっち側も同じ。次もこれは3つ目、4つ目。
これを繰り返していきます。で、模様がずれないようにマーカーのところまで縫っていきます。ここまで繰り返していきます。マーカーのところまで縫ってきました。ここで一旦肩にかけてみて、で、極端に裾が斜めになっていなければ大丈夫です。ここで2回糸を通して、あとは糸端を隠します。最後は2回糸を通します。この2本の糸の下、こちら側も2本の糸の下、でもう1回、最後は裏に針を出して、で、あとはほどけないように隠します。次は脇を縫い合わせます。脇を縫い合わせます。表が上になっています。裾からさっきと同じように、端は2本の糸の下、内側に出します。で、さっき見たように、この鎖のように見えるところ、こことここの間、次はこことここの間、で、さっきと同じようにこの端まで、ここまで縫い合わせていきます。縫い合わせたら最後は2回針を通してしっかりとさせてから裏で隠します。すべての糸端を処理したら出来上がりです。こんな感じになりました。この状態はとてもシンプルなんですが、切るとこんな感じで可愛い形になります。今何もついていないんですが、ちょっとここをクロスしてでボタンをつけても可愛いかと思います。その場合はこの模様からボタンを通したら大丈夫だと思います。袖ぐりの脇の下の部分には
余裕分を作って着心地が楽なようにしました。サイズを測りました。上から下まで約49センチ、横幅は約56センチ。使った糸は約250グラム。使った玉の数は7玉使いました。最後までご視聴ありがとうございました。